ぜひですね、その食材をですね、こう楽しんでいただければなというふうに思います。福島県相馬市相馬港。ここは東京電力福島第一原子力発電所事故の影響でかつて操業の自粛を余儀なくされた漁港です。今回福島の食の復興を全国に発信するためにメニュー開発、そしてイベントでの発表会のため京都から日本料理アカデミーの料理人たちが集まりました。安全な、美味しい料理を作り上げると力を合わせてやっていくという事業を始めさせていただきたいという思いで参りました。震災当時はやっぱり 95% ほどのやっぱり100ベクレルを超えてしまう業種が多かったんですけども、今の現在でその 99% はもう100ベクレル以下の数値がもう出ません。ほとんど出ていません。そんな福島沖にはある特徴が。福島県は、津軽のその寒流親潮系と、この黒潮と暖かい海流がぶつかり合う、いいその三陸沖の漁場と言われるところなんですけども、漁場としては本当にいい漁場で福島県は漁業を行える環境にあります。実はここ寒流と暖流がぶつかる潮目の海と呼ばれる場所。餌となるプランクトンが豊富でたくさんの魚が集まり、水揚げされた魚は常磐ものと言われています。今自分たちが出荷しているのは本当に安心安全で言える、食材なので、福島の魚をもっともっと食べていただきたいなというのはあります。そんな常磐ものを間近で見られるお店に向かった料理人たち。その日に揚がった新鮮な魚介類が並びます。今回メニュー開発から料理の指揮を担当する日本料理アカデミー園部慎吾副理事長。やっぱりフルーがこちらですごく今ブランド化されてっていうのはちょっと知らなかったので、その辺のところもやっぱり使っていきたいなということは思っていますね。やっぱり実際こっちを食べてみないと何ともわからないところがありますので、食べてみることによってまたそこからこう考えていくっていうこともありますので。ということで実際に福島の味を堪能しに向かいました。こちらは割烹山下。地産地消にこだわった割烹料理を気軽に楽しめるお店です。いかがでしょうか。相馬の天然トラフグ、本当に服飾文化っていうのがまだ東北も、普及してないので、福島県並びに相馬市応援のほどよろしくお願いいたします。地のものっていうのをすごく大切にされてるっていうのはこちらとしてはすごく良かったので美味しかったです。フグの食感、歯ごたえがあってすごく美味しかったのと、このホッキ貝すごくミルキーな感じでちょっとレアな部分と火が入って甘さがぐっと引き立ってきたところで、なんか新鮮な感じですごく美味しかったですね。福島の魅力を存分に味わった料理人たち。続いては相馬で水産加工業などを営む森さんにお話を伺いました。今回のそのイベントが100人程度の方に提供するっていうので、ある程度それに見合った供給がいるっていう、本当にいろいろ相馬の方では水揚げがすごいいろんな魚種が上がるので、仕入れ加工してで保管をしてやらせていただいております。福島県のお魚をですね、広く知ってもらって、味だったりまたは魅力だったりまたは一度行ってみたいななんていうところも踏まえて、そういった活動につながるようなところを今後も挑戦していきたいなと思っております。続いて料理人たちがやってきたのは
調理をするために提供される厨房。こちら福島市土湯温泉の旅館では、調理場だけでなく料理を彩る器、さらにおよそ100名のお客さんを収容する会場など、全面的に協力してくれます。当日セクションごとに分かれて、作業分担して皆さん料理人さんでも安全で安心な食材で提供していくという形になると思います。実はこのプロジェクト、発表会だけでなく福島食材の魅力をより多くの方に知っていただくため、お弁当の開発、商品化にも乗り出しているんです。美味しい食材を、心自体も豊かになっていくようなお弁当になれば、福島の食材がさらに広がりを見せていくのじゃないかなというふうに考えてますので、まずはそのお弁当を作らせていただいて、広く周知できるようになればいいかなと思っております。本当に頼もしいというか、本当出来上がってくるのもワクワクですね。美味しいから福島の、食材、魚類は美味しいから食べてくれ、あとはたくさんの種類があるから、福島を、感じてくれっていうのが私たちの意見なので、本当に風評とかそういうんじゃなくて、楽しく、美味しく食べていただけたらいいかななんて思っております。そして今回のプロジェクトには福島県内の料理人たちも参加してくれます。地域の地産地消、あとはそれをサステナブルに取り組む持続可能な、本当に小さな農家さんとかこだわってお作り尽くしている野菜とか、そういうのをピックアップしながら、いろいろ取り組みながら、その研鑽しながら今回参加させていただきました。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。懐石料理としてはもう全然問題なくコースとしてできるなっていうのを思っておりまして、あとはそれをどのように生かしながら、京都とどのように結びつけながら、作り上げるかというところがポイントになってくるかなというようには思っております。いろんな風評被害が多々ある中、処理水の問題もそうですが、その中でもやっぱり地元の本当に農家さんにしろ漁業の関係者にしろ、本当に一生懸命取り組んで、真摯に作り上げているものたちをいかに表現してあげるかっていうのが自分ら料理人の最大限の責務だと思ってますので、そこをうまく連携役に徹するようなイメージで取り組みさせていただいています。そして発表会当日、調理場では早朝から料理人たちが腕を振るいます。会場には続々と参加者が集まってきました。いやいや、まだ終わるまでは全然安心はできないですね。まだ本当に最後まで気が抜けない状態でいますね。ぜひですね、その食材をですね、楽しんでいただければなというふうに思います。そして福島を味わう食文化の結びプロジェクト in 福島オリジナル懐石発表イベントにご出席いただき誠にありがとうございます。お料理の紹介は今回のメニュー開発に中心となって携わってくださった園部慎吾さんです。福島のその食材をですね、いろいろご紹介いただいたり、実際に食させていただいたりいたしました。この福島の本当に魅力ある食材というものをですね、また我々のところでも広げていきたいなということも思っております。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。今回完成した料理がこちら。前菜は福島県産のお米天の粒を使った箱寿司や郡山産菜の花のおひたし、郡山産のふきのとうの白線揚げといった彩り豊かな数々。向こう漬けは常磐もの天然トラフグ福トラの麹漬け、常磐ものヒラメの昆布締めなど福島の海の幸が楽しめるお料理。福トラなんですけども、麹で漬けたの生まれて初めて食べまして、独特の柔らかさになってて、口へ含むとなんて深い味がしました。福島のヒラメのフレッシュさがさらに奥が深くなって味が何層にもなっている。で、口の中でですね、ヒラメが
本当に泳いでくれてるみたいな、その美味しさを感じて感動しました。ありがとうございます。今日のお料理には地元福島県の食材が本当にたくさん使われております。食品科学、栄養科学の専門家でいらっしゃいます伏木徹先生からさまざまな機会を通じて福島をはじめとする日本の食材の魅力や安全性を内外に広く伝えていきたいと思いますとのコメントをいただいております。椀物は常磐もの白魚、会津地鶏の卵豆腐を使った温かく優しい味。そして炊き合わせには会津地鶏を使ったつみれ、岩木山長兵衛里芋、三春産の湯葉、郡山産のレジェンドほうれん草、柚子の香りとともにいただける一品です。続いて焼き物は白川産メープルサーモンの味噌幽庵焼き。魚体としては結構小ぶりなんですけれども、本当にすごい脂が乗ってました。そちらのサーモンを今日は、味噌幽庵地につけまして、お味噌ベースで、お酒とみりん醤油で味付けしたものですね。そして蒸し物は常磐ものの赤むつ、泉崎村産のキクラゲなどを卵白で包み、上からくずをかけた上品な一品。酢の物は相馬産のホッキ貝を土佐酢や卵の黄身を使ったお酢で和えたものに相馬産の青のりを添えて、そしてご飯についてはあるこだわりが。今回ご飯を担当させていただきまして、郡山産の最高級コシヒカリ朝釜887というのを使わせていただきましてですね、天栄村産の自然薯がございましてですね、今回うなとろという形でうなぎもお召し上がりをいただきたいなと。こちら福島県産のうなぎは江戸前の職人が担当。ぜひ、福島産のうなぎとうちの江戸前の仕事とタレをぜひお楽しみいただきたいというふうに思います。そして最後、水物は地元の白桃やいちご、みかんの一種せとかをワインジュレとともに、すっきりとした味わいが口の中に広がります。よーよよこうして一流の料理人たちが考案した懐石メニューの発表会が終了。すごい美味しかったです。食品メーカーに就職するので、今日学んだこと、素材を生かすような商品を開発していきたいなって思ってます。食関係の仕事には就きたいなと思っているので、そこでできれば美味しい食事を皆さんに提供できるような仕事を就きたいなと思ってます。自分たちもそのフグ食の文化っていうのはまだ浅いので、そういったその京都の方々に教えていただくと、やっぱりより一層のその美味しさを知っていただけると思うので、今日は本当に十分に美味しい食べ方を教えていただいたなというのは感じました。無事終えることができたなということで、まずホッとしているっていうのが第一の感想ですね。非常にいい食材もたくさんありましたし、そういったものもまた、広げていきたいなというような思いも持っております。こういうイベントを通じて本当に安心安全を伝えることによって、全国に福島常磐もののお魚を本当に安心安全だっていうことを伝えられれば、今回は本当に良かったのかなと思ってます。懐石メニューのレシピは復興庁ウェブサイト福島の今で公開しています。